よりピカチュウ VMAX。 空を飛ぶピカチュウ V。 サンダー EX。 ジュゴン。矢吹正道の世界戦、そして日曜日は一番楽しみなベテルビエフ VS ビボル、超楽しみ。もうペーパービュー買ってますよ。3800円吹き飛びましたわ。そしてその夜にはアマプラ工業、注目は井上拓磨と堤の試合。個人的に堤を応援。他にもいろいろ試合があって、まあやばいっすわ。しかも日曜日に秋華賞もありますからね。これでもしサッカーイタリア代表の試合なんてあったらマジで寝れない日が続くところでしたよ。まあ自分はこんな感じです。皆さんももし予定ありましたらぜひコメントにて教えてほしいです。それと来週大事なことがありますね。金曜日に超電ブレイカーの発売。正直前情報見てないので全然内容分かってないんですが、ピカチュウが表紙なだけでもうやばいのが伝わるパックですね。まあおそらく購入することはできるはずなので気が向いたら買おうかなと思ってます。てかこのパック再録されるカードあるんかな。家に大量のカードが眠ってるし、もし再録されて眠ってるカードの価格が上がったらでそのお金で引退品買いたいんだけどなんて思ってます。あとよくコメントや DM でいただく内容があり、それが引退したものの大量のカードがあり今の相場がわからないから引退品の価格を設定するのが困難。さらに高額カードを売りたいがフリマアプリではよく返品詐欺があることによる。それでフリマアプリを使用するのが非常に怖い。また汎用カードも何が汎用カードなのかわからずどうすればいいのかわからないという内容ですね。ってことでもし自分が全てさばくならどうするかを言いますね。個人的にはまず汎用カードと高額カードを仕分けしカードショップに持っていくかフリマアプリに出すかを決めるのがいいと思います。まず高額カードはフリマアプリで問題になることが多いです。ただ相場に関してはカードショップの買取価格とほぼ同じだったりなんなら下回ることもあるので高額カードはカードショップに持っていく。一方汎用カードに関しては逆でコレクションカードと違い使用するのが目的なのでフリマアプリ上でも問題が発生する可能性が低くなる印象があります。またカードショップの買取価格がかなりバラバラでメルカリの相場と大して変わらなかったりなんなら下回るので汎用カードはフリマアプリで売るのが良いと思います。ちなみに汎用カードかどうかの区別はカードラッシュさんのサイトに買取表があるのでその表に載ってたら汎用カードの可能性ありなのでその後メルカリで4枚での価格なり調べたら確認できます。ただこの時おすすめ順から新しい順にしないと昔に売れた時の価格が表示されることもあるので新しい順にした方が良いです。そしてそこそこの
レアリペイであり、売れないダブルレアやトリプルレアなどもメルカリにまとめて出すのも良いかなと思います。よく1000枚以上でまとめ売りをしてる方もいるので調べてみてください。よって仕分けするのが大変かもしれませんが、もし自分がやるなら SR 以上カードショップに持っていく。 AR、CHR、S 全部か100枚ずつまとめ売りでメルカリなどに出す。ダブルレア、トリプルレア全部まとめ売りでメルカリなどに出す。汎用カードメルカリなどに出す。相場はメルカリの相場を参考にする。汎用カードですらないノーマルカードブックオフなどに出すか、100億でまとめ売り。こんな感じになるかなと思います。あとめんどくさかったらいっそのこと引退品まとめ売りとしてオークションに出すのも究極ありかなと思います。ただ高額カードはきちんと写真撮るべきなのと、写真に写ってない他のカードは基本ゾームゾーンと扱われてしまうので、やはり損する確率はかなりあります。また160サイズを超えるほどのあまりにも大きいものの場合、匿名発送ができなくなるので設定には注意しましょう。価格設定に関してはすぐにでも売りたいなと思ったら1円スタートの出品になるかなと思います。ただ価格がどうなるかわからない以上、その期間かなりドキドキすると思うのでそこも注意ですね。ともあれ仕分けしたり売る準備をするのはかなり大変だと思いますが、参考にし少しでも役に立ってくれれば嬉しいです。他に気になることや質問などありましたらコメントに書いてくだされば反応しますのでぜひよろしくお願いします。引退品の開封より雑談の方が長くなってしまいました。まあたまにはこういう動画もありかな。またもし質問が来たらそれについて答える動画を作りたいなと思います。なのでぜひぜひコメントで質問などよろしくお願いします。ということで今回の動画は以上です。モチベーションになるのでチャンネル登録と高評価、そして X もやっているのでぜひフォローの方よろしくお願いします。では皆さん良い週末をお過ごしください。